はい、今回は僕の海外の友達の人が日本人の友達を作るのが難しいって言ってたんだけど、ゆうすけはいろんな国の人の友達がいるじゃん。はい、たくさんいます。はいはい。友達がいるじゃん。で、そのいろんな視点を持ったゆうすけから見た日本人の友達を作るための方法うん。を教えてほしい。はい。みんなに教えたいと思います。はい。まず友達を作るためにはいろんな要素が必要。うん。例えば一番はやっぱり言語かな。海外の方とつながるんだったら、そこが一番苦労すると思うし、だからみんな今ね、日本語を勉強してると思うんだけど、そうだね。うん、まずはその言語の部分があります、はい、で、この言語の部分は話せるようにはなった方がいいんだけど、話せない時、俺が英語話せない時にも友達はできたんだよね。ああ、へえ。それも 4,5 人ぐらい。へえ。それどうやって作った？それは宣伝じゃないよ、全然宣伝じゃないけど、ハロートークっていうアプリを使ってた。使ったことある？あるある。なんかそんな数回しか使ったことはないけど、でもあるのはある。そう、ちゃんと使ってるんだよね俺は、お金も払って、その海外の方と言語を交換するっていうアプリ。言語を交換する。そう、言語ってつまり言語を交換するっていうのは、お互いの言語能力を使ってたまに日本語で話したり、たまに英語話したりとか、すごい。そうやってお互いの目的のためだし、友達を作るためでもあるっていう、そうだから、このアプリがめっちゃいいです。おすすめ。なんでかっていうと、その今英語勉強してるじゃん、今さ、じゃあアメリカ人と喋ってって言われたらさ、無理じゃんあとは怖いじゃん。やっぱ緊張しない？そうだね、緊張はするかな。相手が怖いんじゃなくて、そのちゃんと言えるかなっていう。そうだね。そうあんまり英語知らないから本当に伝わるかなっていう怖さはあるよ。そういう怖さがあるんだけど、そもそもこのアプリを使ってる人ってみんな言語を学びたい人じゃん、だからみんなその言語を間違えてもいいよっていう考え方がある。そうだし、相手がさ、自分の国の言語を学んでくれるわけじゃん、嬉しいじゃん、そんなん。そうだね。だからさ、今までさ、日本語をユーマに話してきた人、海外の方で、何これ下手くそな日本語だなとか思わんじゃん。思わん。そう思わないんですよ。逆にちょっと嬉しいまであるよね。そうだよね、なんで嬉しい？やっぱ自分の国のことを知ろうとしてくれてるわけじゃん。興味を持ってくれてるわけじゃん。だからそれが嬉しいかな。確かにね、そう。あとやっぱり日本語っていう難しい言語をさ、学んでくれてるわけだから、嬉しいし応援したくなるっていうのもあるし、だからそういうね、言語を学びたい人が集まってるアプリだからめっちゃおすすめできる、超おすすめです。 Introducing Kaitenji, a new app for learning Japanese. Kaitenji has many great features that make learning Japanese fun, including vocabulary decks from the video you are watching right now. Please visit kaitenji.com and join our Discord. Links are in the description below. 要するに同じ目標があるからっていうことかな。そう、同じ目標があるから、お互いにね頑張れるし、やっぱりその友達って
何か他の目的があってできるものだと思うんだよね。例えば俺がテニスしてた時は、そこでみんながテニスの試合で勝ちたいっていう目標があって集まった人たちだけど仲良くなったから、そういうのあるでしょ。あるね。まあ俺は日本人だし友達ができたのも日本人だけど、日本人の友達になる時はやっぱりなんか同じ目標だったりなんかきっかけそうきっかけがねがあった時に友達になるよね。仲は良くなる、そうやっぱりきっかけが必要だと思います。だから正直ね、旅行に来て日本人の友達を作ろうっていうのはめっちゃ難しい。なるほど。道端で知り合った人と友達になれたらそれはすごいよマジで想像つかないもん。確かに、まあなんか相手の人がね、その日本人が明るかったらいけるかもしれないけど、基本的にはやっぱり日本人シャイなのでね、これが他の要素なんだけど性格的な部分もあります。それなんか文化的な違いみたいな。そう文化的な違いがある、なんかね自分の経験だと、英語がちょっと上手くなってきて、話せるようになった時にある方と仲良くなったんだけど、今はもうめちゃくちゃ仲良くて、来年一緒に京都で遊ぶ約束してるんだけど、最初は俺ちょっとびっくりしたんだよね。なんで？それはもう相手がめっちゃグイグイ来た。なるほど。だからもうすぐに俺たちは親友だみたいな感じで、すごい明るくていいんだけど、その日本人の距離感の詰め方じゃない。確かに。それで言うと日本人に対しての適切な距離の詰め方っていうのはどんな感じだと思う？日本人の適切な詰め方はまずなんだろうな、グイグイいかないことじゃない。これちょっと抽象的で難しいけど、やっぱり仲良くなってって、なんだろうな、できることが増えるっていうか言えることが増えるっていうか、例えば、その最初は俺さん付けするんだよね、知らない人でも〇〇さんって呼ぶんだけど、例えば男同士でだったら仲良くなってきたらもう名前で呼ぶし、で本当に仲いい時になんかふざける時とかはお前って言ったりするし。確かに。でもこのお前っていうのはさ、最初絶対言えないじゃん。言えないね。どうなる言ったら、初対面でお前って言ったらなんか常識ない感じかな。そうわかる。普通になんだろうね、本当仲いい人じゃないとやっぱお前とか、心を開いてる人じゃないとあんまり言わないかもね。そうだね、ある程度本当に距離感が近くて、でそういうお前っていうのは、まあ、冗談でよく使ったりするんだけど、でもそういうのもやっぱ言えないから、ある程度仲良くないとね。だからそういう距離感のなんて言うんだろうな、段階がある、なるほど。あるよね、段階ある。まあ人によってその段階っていうのも逆になんだろう、もう最初から距離が近い人、距離感が近くてめちゃくちゃフレンドリーな人、もう日本人にはいるとは思うけど、でもやっぱり少ないというか、そういう人の方が少ない感じにはあるよね。そうだね、だいたいやっぱシャイ、あとは、まあ、ちょっとスラングだけど、ガード硬いっていうガードが硬い、ガードがねそういう人が多いから、そのちょっと例えば、そういう友達を作るのが早い国、明るい国とか、そういうノリで日本人に話しかけちゃうとびっくりするかもしれない。今は俺はそういう海外とかにね旅行したり住んだりして、そういう距離感の詰め方とか、例えばハグとかするのよ。
ありがとうって意味でとか、じゃあねとかで日本に帰るときにハグしたり。それはもう男女とか関係ない？男女関係なくもしたし、そう男同士でも。すごいね。そうでもこういう距離感の詰め方、こういうのもこういう文化も最初は慣れなかったけど、今は俺はめっちゃいい文化だし、なんか温かさを感じるから、すごいいい文化だけど、絶対日本人はしないでしょ。日本人はしないな、その握手とかも触れることがさ、そのじゃあねとかで触れることもないよね。じゃあねってこんな感じ、これで終わるもんね。確かに。そうだからその距離感の違いは海外に行って感じたかな。距離感っていうか、まあ仲良くなるための段階、そこをしっかりと踏んでほしい。ゆっくりゆっくり仲良くなっていってほしいかなって思います。それで言うと、日本に旅行で行ったとしても、なんかバーとか、なんかそういった飲み屋は結構フレンドリーな人だったり、日本人でも、お酒飲んでそのガードが緩んだり、ガードが緩む初めて聞いたまあ結構お酒飲んでちょっと酔っ払ってでこう気さくな感じになったりした時に、その海外の人でもそれだったら全然行ってなんか話したりしたら友達になれるかもしれないね、段階っていうなら。そうだね、確かに、日本のバーとかはおすすめかもしれない。結構ね、だってみんなお酒飲んでるから、その明るいです。明るいね。結構やっぱりお酒飲んじゃうとその理性が弱くなっちゃうから、そうですね。なので、そういうのもあります。まあ結局まとめると時間がかかる、友達を作るのは、だから俺がやったのはアプリを使ってまず英語を学びたくて、で日本語を学びたい人と仲良くなったり、安心して自分が英語を喋れる環境を作ったりとか、そういうのを頑張ったかな。なるほど。そうだし、みんながもし日本人の友達を作りたいんだったら、このハロートークっていうアプリはマジで宣伝じゃないんだけどその日本人が多いからね、日本人でこのアプリを使ってる人が多いので、すごく簡単にね仲良くなれる友達を見つけれるかなと思います。なるほど。はい、ありがとうございます。ありがとうございますぜひハロートークとか使ったり、そうだね、してやっぱり自分の言語のミスをバカにしないような人を見つけるっていうのが結構大事だと思う、そういうパートナー、やっぱり安心して間違ってもいいから喋っていいんだって思えるような、そういうのがあったからこそ俺は今ここまで英語が上手くなったかなって思うかな。勉強になりました？はい。まあ別にね、そのユーマ日本人だから、友達います友達いないやつみたいだったけどはい、今日の動画はここまでです。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね。